どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。柔道史上、おそらくは最も著名にして最も偉大な功績を残したとも言える至高の武道家だと思います。三船久蔵。その異名はまさしく凄まじいものがあります。柔道の神様、理論の可能、実践の三船と謳われ、その功績を称えた記念館も建てられています。柔道として最高位である柔段も授けられ、名人の賞をも受けたといいます。私も長年格闘技、そして武道に携わり研究を続けていますが、武道その分野における市場において名人の称号を得たという人間は非常に稀だと言えます。武道において到達すべきはその名の通りの達人の領域だからです。名人は基本的には囲碁、そして将棋の両分だと言います。私ももちろんその存在は知っておりましたし、よくお噂はかね聞き及んでおりましたが、その実態は測りきれずにいました。しかしある日ふと思い至り、そして経歴などを調べていくうちに痛烈なまでに胸を打ついくつもの逸話、そしてその技の実態を知るに至りました。身長159センチ、体重55キロ。私も多くの小柄な武道家というものを見て知ってきましたが、その中でも三船久蔵は最もと言えるほどの小柄な部類に入るかもしれません。極真空手家で言えば、第17回全日本空手道選手権大会で後の世界チャンピオン松井明義と命のやり取りのような壮絶な戦いを演じた酒井貞夫がその体格に近しいと言えるかもしれません。三船久蔵はとあるインタビュー記事の中で、その時点での御年82歳までの65年間、ただの一日も稽古を怠った日はないと答えています。つまり休んだ日は事実一日もなく、65年間皆勤ということだと。それを聞き、私は全身総気立つのを感じました。ありえない。どんな格闘家、武道家、スポーツ選手も、そんな人間は私の知る限り存在していません。もちろん、私も極真空手を20年以上続けていますが、そんなとんでもない積み上げなど当たり前に実現はできていません。単純に1週間以上続けるので考えましても、連続で稽古し続ければ疲労は蓄積します。あの極真空手の創始者大山正達も、増大山の政権一域という質問コーナーにおいて、3日から4日に一度は稽古量をぐんと落とし、10日に一度は完全休息を取るようにしていると答えているほどです。それに人間ですので付き合いだってあるわけで、遊びに行ったり旅行に行ったり飲みに行ったり、そういったことも存在するでしょう。家族にねだられたり、親友との交流や恋人との甘いひととき、そうでなくても趣味や仕事やその他諸々でどうしても時間が作れない時はあるはずだと思います。さらに言えば人間というものは情熱を注ぐ時間というものは決まっているという話で、基本的にはどんなに心血を注いだものも10年を境に一度熱が冷めてしまうと言います。もし仮にほとんどありえないというレベルですが、そういったものを常人では測り得ないような力で押さえつけたとしても、そして稽古を続けたとしましても、人間には体調の波、バイオリズムというものが存在します。体を痛めたり、体調を崩したり、風邪をひいたり、その他諸々の病に侵されたり、そういった場合当然ですが、稽古は休まざるを得ないはずです。名人とまで称される柔道の極地に立つ人間が生半可な修行を収めているはずもないのでしょうから、その激しさは常人では計り得ないものがあると想像に難くありません。そんな中で全く怪我をせず体調を崩さずということがあり得るのでしょうか。さらにそれだけの功績を収めた方なら、知人の結婚式、就任式、イベントなり、そういったものに出席することも大変に多くあったはずでしょう。そんな丸一日を使うような祭事に足を運んだ後、もしくはその前に稽古をしたというのでしょうか。
そこに私は当たり前の検便さなどと言うまでもなく、さらには必死さ、いや、もはや執念と言える領域さえも超越した、どこか我々とは隔絶した次元というものを感じざるを得ませんでした。65年間、23,725日間、連続の修練。そこに、三船久蔵は何を見たのでしょう。そこに何を見出したというのでしょうか。日々の積み上げなどという生優しい言葉では当然保管できるものではない。日常を超えて、昔どこかで聞いた孤児に老齢を迎えた弓使いが、ある日その弓を見たときに使い方がわからないと答えたと、そういった領域が存在したというのを思い出します。三船久蔵、彼にとっての柔らの道と、そして三船久蔵が語った言葉に、武道とは己に勝つことというものがあります。人に勝つということを三船久蔵はただの一度も考えたことはないという。どれほど力を持つかわからない相手であっても、自分さえ負けなければ敗れることはない。だからこそ絶えず自分に勝ち続けることだけを目標として修行してきた。その結果として三船久蔵はただの一度も人に敗れることはなかったと言います。そのあり方はどこまでも武道家そのものだった。試合というものが当たり前に存在する現代とは違う。自分を見つめ続け、磨き続け、勝ち続ける。その果てに誰にも負けない名人の領域に達したということでしょうか。そんな彼も若かりし頃は模倣来略そのもので、鬼の横山と歌われた横山作次郎のもとに柔道家になりたいと尋ねると、紹介状がないからと突っぱねられ、しばらく考えた挙句そのまま引き返し、当時の講道館の雑誌を突き出して、これは私たち地方の青年が講道館柔道というものを教えられた雑誌です。私はこれを見て講道館に学びたくて参りました。だからこの雑誌が紹介者です。とまくし立て、面白いやつだ、上がれと講道館の弟子入りをまんまと認めさせてしまう段取りとなったと言います。そんな鬼横山も三船久蔵を指導すること3度目には、もう稽古をつけることは何もない、俺も及ばないと言わせたと言いますから、凄まじいエピソードと言えるでしょう。血気盛んだったという若い頃は、一杯飲んではその鬼横山と乱闘騒ぎを起こし、ある日などは30人のヤクザを相手に5、6人投げ飛ばして相手を逃げ回らせたという逸話もあります。そんな三船久蔵を語る上で欠かせないのが長州座が常に武道のことを考えた末にたどり着いたその極地でしょう。常に武道のことを考え続け、とことんまで行くと畳で寝るべきかベッドで寝るべきかという、そういった生活に密接な生き方にまでその考えは及び、合理的科学的な技のかけ方を研究し、その果てで極まった探求。相手に一矢も触れず気合によって敵を倒す技。私のような者にとっては夢物語、無双打にすることすら難しい考えですが、それを三船久蔵は考え探し、その果てでその一端を担う技をついにひらめき編み出してしまったと言います。墨落とし、その名前は加納治五郎が名付け、それが世間に知れ渡ると別名空気投げという名前が定着したと言います。本人としては指一本触れずに投げ飛ばしたかったでしょうが、それに近い形として手だけを触れ、両袖を取り、相手が動くその瞬間に身を低め、相手を押し上げ、その中心を奪う。おそらくは武道に通じていない方が聞いたらさっぱり要領をつかめないだろう。その理論、僕によって文字通り空気を投げるがごとき神業は完成しました。その原理を三船久蔵は、太陽は丸い、玉の地球も回っている、人間も丸ければ無事だ。要はバランスが取れておれば自然の法則に合う。押さば回れ、相手が飛べば押せ、引かば斜めに押して出よ。斜めは円の最初の動きだ。斜めに出れば相手も斜めになり重心がずれる。その一瞬を捉えて押すと語ったと言います。しかしその武道の極致ともいえる神業も、当初はその論理を理解できない者たちからすれば、単に小柄な三船久蔵がスイスイと体をかわすだけで相手選手が面白いように転がっているように見受けられ、
当時の講談社たちからは冷ややかに見られていたといい、彼自身も対等の相手に対しての有用性については一抹の疑問を抱いていたといいます。しかし1930年11月に開催された第1回全日本柔道選手権での特別模範試合において、若き日には前田光代、轟翔太とともに講道館サンバガラスと歌われ、後に三船久蔵と同様に10段となり、講道館柔道殿堂入りを果たす当時7段の佐村海一郎と相対し、そこで初めて2万人の大観衆の前で空気投げを披露。見事に投げての一本勝ちを収め、その技の効果を証明し、会場の明治神宮外苑相撲場は大きな拍手に包まれたといいます。三船久蔵のその武道に対する取り組み、向き合い方、そして到達した領域、その深淵は深く、未だ私は到底その全域を把握することすらできてはいないでしょう。それについて恐れ多くも語らせていただく場合も、とても一度では事足りるわけもなく、今回はその稽古に対する向き合い方、そして最も有名であろう技、隅落とし、空気投げについて、それに限らせていただきました。おそらくは武道のその得意点ともいえる立ち位置に当たるでしょう。まさに日本が誇る宝、三船久蔵。次回はその到達した柔道の理論、生き方の指針、そして開発したさらなる技、私が知ったきっかけである柔道漫画、それに絡めて話をさせていただきたいと思います。私はこれからも日本の武道が生んだ宝ともいえる凄まじい領域に到達した達人たち、それを皆さんに紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。